射手座のゴールドセイント。常にアテナに寄り添い、彼女を守るそれが射手座のセイント。どんな強大な敵にも挑み続け、己が正義を見せつける。そんな射手座はまさに英雄と呼ぶにふさわしい星座。今回はそんな歴代射手座のゴールドセイントについて解説していく。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は歴代射手座のゴールドセイントについて解説していくぞ。12星座の解説をこれまでやってきたけどついに最後の星座だね。まあな、特に順番に意味はないが最後は射手座になったな。最初から最後は射手座にするつもりだったよ。なんだって主人公がまとう星座だからね。主人公は遅れて登場した方がかっこいいでしょ。それは動画的に意味があることなのか？ちなみに作者の車田先生は12月6日生まれの射手座だぞ。それが何か関係あるの？さあな、そんなことより早速解説に移るとしよう。よろしくね。サジタリウスのアイオロス。射手座のゴールドセイントでありレオのアイオリアの兄。人知優の全てに優れ、同期であるジェミニのサガと共に当時のゴールドセイントの中心人物である。サンクチュアリの全てのセイントの憧れで、目標であり、セイントの歴史上最年少でゴールドセイントに選ばれている。序盤だけでも本当に優れたセイントだってわかるね。しかし彼は原作本編開始時に存在していない。あれだよね。前教皇シオンを殺害して教皇に扮したサガが赤子のアテナ暗殺を目論んだ際、間一髪でアテナを救いサンクチュアリから脱出し逃走する。さらにサガによってアテナを殺害しようとしたサンクチュアリへの謀反者という汚名を着せられてしまう。全部サガの陰謀によってアイオロスが陥れられたわけだね。アイオロスはサンクチュアリ全体を敵に回してなお、たった一人でアテナを守って12級を突破しようとするも、カプリコーンの修羅によって致命傷を受けることになる。修羅もこの時は本当のことを知らなかったんだよね。そういえば、アイオロスの実力ってどれくらいなの？実力は、最強のゴールドセイントの一角であるサガと同等と言われる。アテナを守りながらであったため直接対決で見られないのが残念だな。その後偶然にも日本から旅行でギリシアを訪れていた木戸光政に、アテナとゴールドの杖とサジタリアスのゴールドクロスを託した後、アイオロスは絶命した。だからサジタリアスだけが12星座で不在なんだよね。そういうことだ。守護者不在となったジンバ級には、アイオロスのいつ来るともしれないアテナを守るセイントたちへ、ここを訪れし少年たちよ、君らにアテナを託すというメッセージが残されていた。聖夜たちはこのメッセージを見つけて奮い立ったわけだね。ちなみにアニメ版のジンバ級は崖、落盤、水攻めなど、聖夜たちに試練を与えるための数々の難関に満ちた迷宮が仕掛けられている。アニメ版だと引き伸ばしの尺稼ぎみたいな感じだったね。ああ、それを乗り越えた後にメッセージにたどり着くといった流れだな。12級編での彼に関わる内容は異常だ。そしてハーデス編ではシオンやサガが復活する中彼は復活していない。これってなんでアイオロスだけがハブられているの？これは作者の車田先生曰くアイオロスは死亡時期が違うので特別な扱いにしたかった。ハーデス編ではサガの話が主軸、もし復活したら二人が対立して領有が並び立たなくなるからとのこと。ただし、嘆きの壁撃破のために彼も復活し、壁を撃破するために一役買っている。もっと原作での活躍は見たかったね。ここからはスピンオフでの彼の活躍を見ていくぞ。セイントセイヤレジェンド・オブ・サンクチュアリでは本編開始時点で個人、去年29歳。原作と同じポジションで木戸光政にアテナを託す役割を担っている。セイントセイヤソウル・オブ・ゴールドでは他のゴールドセイント同様、アスガルドで復活。一番最初に復活を果たし、ロキであるアンドレアスと直接対峙。また、弟のアイオリアのピンチに駆けつけるといった活躍を見せる。最終話ではサガと和解するシーンが描かれている。サガが過去の行いを恥じていると告げると、今、こうして再び共に戦えること私は誇りの思うぞ、サガと語りかけた。これはイケメンだね。消滅する瞬間にはサガに対し、かつての公敵種としての関係を取り戻しているな。セイントセイヤエピソード G では、主人公であるアイオリアの死でもあり、彼に多大なる影響を与えている。彼の一面を見ることができ、天然でお茶目な部分を感じ取れる。ここからは彼の技を見ていこう。アトミックサンダーボルト。見た目はライトニングボルトに近い高速剣。この技はアニメ版だけであり、原作では使用していない。またソウルオブゴールドでもこの技を使用している。黄金の矢。射手座のクロスについている矢を放つ攻撃。嘆きの壁の破壊に用いられた。シャドウアロー。相手の影を射ることで動きを封じる。ゴールドセイントレベルの相手ですら動きを封じ、抜くことはしなん。インフィニティブレイク。エピソード G で使用。両手の間からコスモを生み出し、右腕から無数の光の矢を螺旋状に放つ全体攻撃技。ライトニングテリオス。
エピソード G アサシンで使用。高速拳で空気を引き裂いた後に雷撃を叩き込むまではライトニングボルトと同じだが、こちらは叩き込む雷撃を極限まで爆縮し相手の体内に直接叩き込む。ライトニングボイド。エピソード G アサシンで使用。白い雷から黒い雷へ変わった雷撃の拳を放つ。8センシズを超える9センシズの力と共に披露した。アテナエクスクラメーションに対抗できうる唯一の力とされる。元老魔人剣。エピソード G アサシンで使用。元老魔王剣を超える最高上位技に当たる。ダメージを受けた時には人を超えた像を抱き、対象のコスモが跳ね上がる。こうして見ると強力な技が多いね。ああ、最強と呼ばれる実力はあるということだな。次のイテ座のセイントに行こう。サジタリウスのゲシュタルト。セイントセイヤネクストディメンション冥王神話に登場するイテ座のゴールドセイント。本作において12星座で最後に登場したゴールドセイントだ。他のゴールドセイントからイテ座は特異的であると言われている。イテ座はいつもポジション的に特異的だけどね。というのも人馬級を守護するゴールドセイントであることからケイローンの神話になぞらえた人馬一体の体を持つ。それって、人間なの？まあ、色々あるからな、最後まで聞いてくれ。ゲシュタルトの体は幼少期にオピュカス・オデッセウスから与えられたものとされる。幼い頃から一緒にいた相葉のターニャが死んだことで悲嘆に暮れていたことから、首から下部分が彼の下半身を借りて蘇ったと、される。あれだね。ツッコミどころが多くてどこから言ったものかな。ゲシュタルトはこれを奇跡と呼び、オデッセウスがいかに偉大な男であったかを未来から来ていた氷河に語る。氷河はこれまでイテ座のゴールドセイントがいかにアテナに尽くしたかを語り、ゲシュタルトをイテ座のセイントの面汚しとまで言うほどであった。まあ、今までのイテ座のゴールドセイントのことを思うとね。しかし蓋を開けてみればその奇跡はゲシュタルト本人による妄念であることが発覚。この妄念が強すぎるあまり周りの人間にも、あたかも己が人馬であるように見せていたことが判明した。それもまたなんとも、ね。その後正気に戻ったゲシュタルトは再びアテナの矢を授かり、氷河とアテナの人馬級の通過を許した。彼の今後の活躍に期待だね。だな。彼の技も見ていくぞ。黄金の矢。イテ座のクロスについている矢を放つ攻撃。歴代イテ座の代表的な攻撃。やっぱりイテ座といえば矢だよね。次はイテ座らしい気質を持ったゴールドセイントだぞ。サジタリウスのシジフォス。セイントセイヤザロストキャンバス冥王神話に登場するイテ座のゴールドセイント。名前の由来はギリシア神話において、テッサリア王アイオロスの息子からと思われる。獅子座の前任者イリアスとは異母兄弟で、現役獅子座のレブルスの叔父であり師匠。タウラスのハスガードとジェミニのアスプロスはセイント候補生からの同期で戦友、他のゴールドセイントとの交流が広い。獅子座との関係が深いのも原作に近いね。本作ではイタリアでアテナとなるサーシャを見出して引き取り、サンクチュアリに連れてきた。アテナとの関係も原作に近いものがあるね。劇中では冥王となったアローンのサンクチュアリ全域に及ぶ圧力の中ゴールドセイントで唯一立ち上がり、矢を放つも跳ね返され負傷、その後しばらく昏睡状態に陥ることになる。サーシャがシジフォスの魂を解放するために動こうとするも、サーシャをサンクチュアリへと迎え入れ、聖戦を引き起こした自責の念でシジフォスの体をイテ座のサープリスがまとい暴走。それでも慈愛の言葉を向けるサーシャを見てシジフォスは自我を取り戻し、復活した。その後聖司、白霊が双子神相手に相打ったため、教皇代理に代わりセイントのトップの立場につくことになった。この時代でもリーダーポジションに落ち着くわけだね。冥界三巨頭ガルーダのアイアコスが軍を率いて襲撃しており、危機に陥っていたブロンズセイントを助けに参戦。アイアコスと直接対決する形になるが、セブンセンシズすら封じるデスブリングに苦戦。窮地に立つも自らの資格を潰して己の感覚を研ぎ澄ませ、8センシズに到達したシジフォスはデスブリングを完全に打ち破り、一撃のもとにアイアコスを撃破した。8センシズにも目覚めるし、これは大金星だね。その後ロストキャンバスの門番、天獣星スフィンクスのファラオと対峙。8センシズによる剣でファラオを撃破、しかし門は開くことはなく、ジシフォスは深い傷を負う。門を通るためにはもはや破壊する以外方法はないが、それには VIP 版にも匹敵する衝撃が必要であり、シオン、レブルスと共にアテナエクスクラメーションを使用、門は開くことになる。そしてシジフォスはサーシャを守りたいと思いながらイテ座のクロスを残してこの世を去った。最後までかっこいいイテ座のゴールドセイントだね。アテナへの忠義も。彼の技を見ていこう。黄金の矢。イテ座のクロスについている矢を放つ伝統の技。ケイロンズライトインパルス。減圧で金色の風を冷気し、対象を吹き飛ばす技。アイアコスがカルガルーダ戦をこの技で引き離し、
火が思い焦がす炎を一撃で消し止めるという驚異の威力を見せている。ケイロンズ・シエラ。クロスの羽部を振るって突風を巻き起こし、周辺を打ち払う。さて、次が最後のゴールドセイントだ。いよいよだね。サジタリウスの聖夜。セイント聖夜の主人公にして元はブロンズセイントのペガサス座の聖夜。12星座の最後の解説に満を持して主人公の登場だね。まあ、そうだな。聖夜は誕生日からいて座、そのためいて座の適性がある。そういえば原作者はいて座って、何を今更言っているんだ。原作で初めていて座のクロスをまとったのは、死闘をした聖夜たちを粛清するため教皇の局命により日本に赴いたレオのアイオリアとの戦いが初だ。その後12級編ではまとう機会がないものの、ポセイドン編でも終盤にて登場、神であるポセイドンに全く歯が立たない中で、アイオロスの石がいて座のクロスを動かし聖夜に加勢した。胸熱な展開だよね。次にハーデス編でもエリシオンにいる聖夜たちにポセイドンがゴールドクロスを送ったことでまとう。ただしこの時はタナトスによってすぐに破壊されたため活躍ができたとは言えないな。その後のペガサス座のゴッドクロスはいて座のクロスに似ているとは思うけどね。また旧劇場版でもいて座のクロスをまとう機会はある。セイント聖夜邪神エリスでは聖夜が絶対絶命の危機に陥った時にいて座のクロスが出現。聖夜の黄金の矢がエリスの額を射抜き、黄金のリンゴも破壊され、その目論見は梅雨と消えた。セイント聖夜神々の熱き戦いでも同様、ゴールドセイントに匹敵する力を持つドルバル教主に対抗するため、いて座のゴールドクロスをまとい、決着をつける展開になっている。セイント聖夜真紅の少年伝説でも太陽神フォエボスアベルの圧倒的な強さに聖夜のピンチになる。終盤はお決まりの展開になったようにいて座のゴールドクロスをまとう、最後はアベルを黄金の矢によって撃破している。お決まりの展開になっているけど王道な展開でワクワクするね。まあな、これが見たいってシーンになっているからな。セイント聖夜レジェンド・オブ・サンクチュアリでは本作では年齢が16歳。サガとの最終決戦でいて座のクロスをまとい、サガの野望を打ち果たした。原作とは少し違うね。まあこっちも熱い展開だからいいと思うけどさ。さあ、次はセイント聖夜オメガでの聖夜の活躍だ。本作では第1話から登場、主人公コーガとアテナをパラスから守るべく対峙することになる。この時まとっているのはいて座のゴールドクロスだな。クロスの形状も変わっているね。ああ、セイント聖夜オメガから全ゴールドクロスは一新されているな。ちなみに本作でもペガサス流星剣が基本技であり、マルスからも伝説のセイントペガサス聖夜と呼ばれていることから、ペガサスのイメージが強く残っていることが伺える。このマルスとの戦いの折、自らマルスの闇の深淵へ飛び込みアクスの復活に備えた。そのため物語終盤まで出番がなかった。そして闇の神アクスに憑依されたコーガがサオリに迫るさなか、砕けて地底へと落ちたアリアの杖やサオリたちのコーガに対する思いにこうし登場する。いつもいいところで登場するね。憑依されたコーガを救出せんと戦いを繰り広げ、アクスがコーガから離れサオリをさらい闇に消失した時には闇へ飛び込みサオリを助けるためいて座のクロスをコーガに託す。ということはコーガもいて座のセイントってことだね。まあ、そうなるな。コーガもいて座のクロスをまとう適性があるということだな。やっぱり主人公はいて座ってことだね。オメガが2期に入ってからもいて座のゴールドセイントに就任。この時パラスを打つ任務を受けることになる。その際一級パラサイトのタイタンが現れ、聖夜と対峙。この時いて座の聖夜と呼ばれていたことからいて座が浸透しつつあると言えるな。パライストラ進行の真っ只中で、ついに聖夜も前線に参戦、自分がいて座のゴールドセイントと名乗ることになる。そこでは仙台アイオロスの技、アトミックサンダーボルトを使用した。胸熱な展開だね。オメガ覚醒編ではゴールドセイントサイコさんとしてリーダーを務める。常時高速を超えていると設定されたため、ゴッドクロスほどではなくても旧作の奇跡に近い戦闘力は常時出ていると思われる。名実ともに最強のゴールドセイントにふさわしいってことだね。ハイペリオンが現れた時は、シリューラにその場を任せ、タウラスのハービンジャーと共にアテナを護衛しつつ玉座の前向かいパラスやタイタンと対峙。ゴールドクロスがアテナの血を浴びたことにより、進化した新生ゴールドクロスをまとい彼を下した。これってゴッドクロスとは違うの？作中のセリフから少し違うみたいだが、詳細は不明だ。サターンとの戦いではゴールドクロスを破壊され、最終決戦時には時を奪われ石化されるも、サオリの呼びかけに応え、自らのコスモを郊外へ送る活躍を見せた。最後は次世代の主人公に託すって、わかっているね。それができない作品とかもあるからね。あまり言うな。いて座のクロスをまとってからの聖夜の技も見ていこう。ペガサス流星剣。言わずと知れた聖夜の必殺技。
代々のペガサスのセイントに継承されている伝統の技。セイントセイヤを詳しく知らない人でも聞いたことはあるくらいだからね。いて座になってからは超高速剣にまで進化している。アトミックサンダーボルト。先代、サジタリアスのアイオロスの必殺技。旧作のファンからは歓喜の瞬間だね。コスモで作った雷の光弾を発射する技でペガサス流星剣に近いものと思われる。聖夜はこれを指先一つで撃つことも可能。黄金の矢。いて座伝統の技。神クラスの強敵に使用する機会が多い。コズミックスターロー。サジタリアスの矢に光のコスモを込めて放つ。ちなみにスターローを直訳すると聖夜になる。ついに技名にも自分の名前が入っちゃうか。これは聖夜オリジナルの技だからな。というわけで今回はこれで以上。最後に一言いいかな？どうした？やっぱりいて座ってかなり優遇されているよね。まだ誕生日のことを言っているのか？それもそうだけどさ、他の作品でもそうだし、朝の星座占いもいて座は。もう言うな。まあ、そう思えるだけセイントセイヤからの印象が強いのかもね。あと、今回で12星座が終わったね。今後もセイントセイヤの動画をアップしていくから、見たい内容があったらぜひコメントしてほしいかな。だな。では、ご視聴ありがとうございました。